ゆっくり解説。腹筋崩壊注意。昭和の名優たちが本気でふざけた伝説の爆笑映画ベスト10。ねえマリサ、最近なんだか暗いニュースばかりで気がめいっちゃうわ。何かこう、頭を空っぽにして心の底から笑えるようなことってないのかしら？それなら今回はうってつけの企画を用意してきたぜ。題して、腹筋崩壊注意。昭和の名優たちが本気でふざけた伝説の爆笑映画ベスト10だ。爆笑映画、いいわねー。昭和のコメディって、今の映画にはない独特の熱気というか、パワーがあるイメージだわ。その通りだぜ。今回は、ザ・ドリフターズや植木等、渥美清といった伝説の喜劇王たちが、コンプライアンスなんて言葉もなかった時代に暴れ回った、とびっきりの傑作を紹介していくぜ。ただし、ここで一つ重要な注意点がある。なになに？今回は、映画の面白さを余すところなく語り尽くすために、物語の結末や重要なオチまでがっつりとネタバレ解説していくぜ。これから初めて見たいと思っている人は注意してくれよな。なるほどね。でも、昭和の喜劇はストーリーを知っていても、役者さんの演技だけで十分笑えちゃうものね。ああ、理屈抜きで笑って、明日への元気が湧いてくるような名作ばかりだ。当時の映画館が爆笑の渦に包まれたあの時代へ、早速タイムスリップするぜ。第10位。やればやれるぜ全員集合。1968年。それじゃあ早速第10位の発表だ。第10位は、1968年に公開されたザ・ドリフターズ主演、やればやれるぜ全員集合だぜ。ドリフ、映画もたくさん撮っていたのよね。どんなお話なの？テレビでスターになる直前の彼らが描くドタバタ喜劇だ。結論から言うと、この映画は見えっ張りな男たちが巻き起こす誘拐騒動と、ちょっぴり切ない失恋を描いた作品なんだぜ。誘拐に失恋？なんだか騒がしそうね。物語は、一旗あげようと上京した5人が1年後に再会する場面から始まる。本当は日雇い労働者や屋台のたこ焼き屋で貧乏しているのに、イカリアと加藤は貿易商、中本は作曲家だと嘘をついて見栄を張り合うんだ。あはは、昭和のコントみたい。自分の失敗を隠して大きく見せようとするのって、なんだか憎めないわ。だよな。で、イカリアたちは埋め立て地に飲み物を売りに来る娘光子に惚れるが、彼女は親の借金で怪しい資産家北浩二、藤村有弘と無理やり結婚させられそうになる。そこで5人は結婚式場から新郎の北浩二を誘拐し、木箱に詰めてアフリカへ送り返してやる、と大騒ぎするんだ。新郎を木箱詰め。発想が斜め上すぎて笑っちゃうわ。結局警察に見つかるんだが、箱の中の北浩二が実は国際的な密輸団のボスだと判明してな。誘拐犯どころか、一転して凶悪犯を捕まえたと感謝状をもらい英雄扱いされるんだぜ。すごいどんでん返し。結果オーライでよかったじゃない。でも、ハッピーエンドとはいかないんだ。光子は結局、恋人の三郎、平尾正明と結婚し、ドリフは骨折り損の失恋だ。最後は悲しみを吹き飛ばすように、彼らの本職であるかっこいいバンド演奏で終わる。笑いの中にペイソスがある名作だぜ。第9位。社長繁盛期。1968年。続いて第9位は、1968年の社長繁盛期だ。これは森重久彌主演、東宝社長シリーズの第27作目にあたる作品だぜ。出た、社長シリーズ。森重さんが浮気しながら仕事も成功させる。昭和のサラリーマンの夢が詰まった映画よね。そうだな。でもこの作品、実はシリーズの転換点なんだ。それまでおなじみだった三木のり平とフランキー堺が出ていないんだぜ。あの名脇役たちがいないの？それじゃあ物足りないんじゃない？心配無用だぜ。代わりに登場するのが、花はじめとクレイジーキャッツの谷圭と、海遊小沢昭一だ。特に小沢昭一は、香港バイヤーの反閉館という役で、デタラメな日本語を操る怪演を見せて爆笑をさらうんだ。名前からしてうさんくさい。新しいキャストも個性的で面白そうね。物語のテーマはズバリ、会社の若返りだ。森重社長は岐阜に会社が老化していると怒られて発奮するんだが、
彼が考える若返り策ってのが浮気して精をつけることなんだよ。発想が昭和の親父すぎるわ。仕事しなさいよ。出張先の四国でも芸者、浜優子との遊びに夢中で、岐阜に見つかって逃げ出す始末だ。その尻拭いをさせられるのが、若手秘書の黒沢敏夫だぜ。彼は社長に振り回され、憧れの堺は過去には婚約者がいて失恋し、最後は少林寺拳法で鬱憤を晴らすんだ。若手がかわいそうすぎる。でも、森重さんのバイタリティはすごいわね。ああ、名古屋の明治村や四国の栗林公園など、当時の観光地を巡る楽しさも含めて、新旧キャストが入り乱れる賑やかな一作だぜ。第8位、お葬式、1984年公開。第8位は、1984年公開の伊丹十三監督デビュー作、お葬式だぜ。タイトルがそのまんまね。でもお葬式って、悲しい場面でしょ？爆笑映画のランキングに入ってくるなんて意外だわ。そこがこの映画のすごいところだ。結論から言うと、これは、厳粛な儀式の中で、どうしようもなく滲み出てしまう人間の滑稽さと欲望を描いたコメディなんだぜ。不謹慎ギリギリってこと？なんだかドキドキするわね。物語は、俳優夫婦のわびすけ、山崎努と千鶴子、宮本信子が、突然の父親の死でも主を務めることになるところから始まる。でも二人とも初めての経験だから、お布施の相場も昇降のやり方も全くわからない。葬儀や江戸や猫八にいちいち教わったり、ビデオで予習したりと、まるでお葬式マニュアルみたいに右往左往するんだ。ああ、それはわかるかも。いざとなるとパニックになっちゃうのよね。さらに、親戚の口うるさいおじさん、大滝秀治が進行に口を挟んできたり、住職、誘致衆が高級会社で乗り付けたりと、強烈なキャラが次々登場する。極めつけは、喪主であるわびすけの愛人、高瀬春菜が、弔問客に混じって手伝いに来ちゃうんだぜ。奥さんもいるのに、愛人が葬式に来るの？何考えてるの？ドッロドロの修羅場じゃない。しかも、どさくさに紛れて森の中で関係を迫られたりするんだぜ。死の厳粛な儀式という、最も不謹慎であるべき場所で、生々しい欲望がむき出しになる。この人間の滑稽さと業が、なんとも言えずおかしいんだ。うわぁ、人間の業を感じるわね。でも、最後はちゃんと終わるの？ああ、ドタバタしながらも無事に火葬を終え、最後は千鶴子の母、菅井金が、亡き夫への愛を語る素晴らしい挨拶で締める。笑って、呆れて、最後はほっこりする。伊丹十三の観察眼が光る傑作だぜ。第7位、喜劇、急行列車、1967年公開。第7位は、1967年の喜劇急行列車だ。東映の列車シリーズ第1作で、主演は渥美清だぜ。渥美さんで列車といえば、男は辛いよの寅さんが電車に乗ってるイメージだけど、これは違うの？ああ、この映画での渥美清は、特急、桜や富士に乗務する専務車掌青木吾一という役だ。鉄道一筋の真面目な男なんだが、子供に特急、桜なんて名前をつけるほどの鉄道バカでもある。子供に特急って、筋が念入りね。でも、真面目な車掌さんがどうしてドタバタ喜劇になるの？そこはやっぱり渥美清だぜ。乗務中に初恋の人まり子、佐久間よし子と再会して舞い上がり、車内放送のマイクを切り忘れて愛の告白を全車両に流しちゃったりするんだ。うわぁ、恥ずかしすぎる。乗客全員に聞かれちゃったのね。さらに面白いのが、夫の浮気を疑った妻、楠木敏恵が、なんと新幹線で先回りして、彼が乗務する特急、富士に乗り込んでくるんだ。奥さんが職場に乱入。それは修羅場になりそう。大喧嘩になるんだが、その最中に乗客の妊婦さんが産気づいてしまう。すると、実は産婆の資格を持っていた奥さんがテキパキと赤ちゃんを取り上げて、無事に出産させるんだぜ。すごい。奥さん大活躍じゃない。見直しちゃうわね。ああ、最後は夫婦の絆も深まり、マリコも夫とよりを戻してハッピーエンドだ。食堂車のウェイトレス役で若き日の大原玲子が出ていたり、当時のブルートレインの余剰もたっぷり楽しめる、笑って泣ける名作だぜ。第6位、
コント55号、人類の大弱点、1969年公開。第6位は、1969年公開のコント55号人類の大弱点だぜ。出た。金ちゃん、萩本欽一と二郎さん、坂上二郎の黄金コンビね。タイトルからして面白そうだけど、どんな弱点なの？この映画での二人の関係は、まるで、ルパン三世と銭形警部なんだ。金ちゃんは、通産省というあだ名の詐欺師で、二郎さんは彼を執念深く追う刑事役だぜ。金ちゃんが詐欺師で二郎さんが刑事。逆のイメージもあるけど、追いかけっこは似合いそうね。物語は、金ちゃんが二郎さんから小銭を騙し取るところから始まる。結局捕まって無償送りになるんだが、出所後に二郎さんの紹介で入った会社がひどかった。社長、大辻四郎が前科者には給料を払わなくていいなんていう極悪人なんだ。うわぁ、ブラック企業どころじゃないわね。許せない。そこで金ちゃんの本領発揮だ。社長になりすまして高級会社を騙し取り、さらに社長の汚職の証拠まで掴んで警察に突き出すんだぜ。やった。悪徳社長に倍返しね。スカッとするわ。でも、ただでは終わらないのがこの映画だ。金ちゃんはまた捕まるんだが、刑務所で美人の助手、白川由美と仲良くなって、出所後の生活を夢見る。ところが、いざ出所してみると、彼女にアパートを売られてドロンされていたんだ。詐欺師が最後に女詐欺師に騙されちゃったの？そういうこと。石田あゆみが歌う、ブルーライト横浜の華やかなシーンもありつつ、最後は、人を騙す者は騙されるというオチで笑わせる。当時の勢いが詰まった傑作だぜ。第5位、幕末太陽伝、1957年公開。第5位は、1957年公開の幕末太陽伝だ。川島雄三監督の最高傑作にして、日本映画史に残る痛快コメディだぜ。タイトルがかっこいい。太陽伝ってことは、明るくて元気な主人公なのかな？ああ、主人公の左平次、フランキー堺は、まさに太陽みたいな男だ。品川の遊郭で無一文で合流した後、居残りとして働き始めるんだが、持ち前の口八丁手八丁で、店中の人気者になっちゃうんだ。無銭飲食したのに人気者に？すごいコミュ力ね。女郎同士の喧嘩を仲裁したり、上位志士たちの密談を手助けしたりと、八面六臂の大活躍だ。ちなみに、その上位志士高杉晋作を演じているのが、若き日の石原裕次郎だぜ。裕次郎さんが高杉晋作。なんて豪華なキャスティングなの。他にも小林明や二谷秀明など、当時の日活スターが勢揃いだ。でも、この映画の真骨頂は単なるドタバタじゃない。左平次は実は老害、つまり結核を患っていて、時折激しく咳き込むんだ。それって、当時は不治の病よね。死を意識しながら笑ってたの？そうなんだ。ラストシーンで、墓場で老人に墓石を偽ると地獄に落ちねばなんねえぞと脅されるんだが、左平次はこう叫び返す。地獄も極楽もあるもんけい。俺はまだまだ生きるんで言ってな。うわぁ。鳥肌が立ったわ。命がけの明るさだったのね。死の影を振り払って、東海道を全速力で駆け抜けていくフランキー堺の姿は、まさに生きるエネルギーそのものだ。実は監督の川島雄三は、ラストシーンで主人公がセットを突き破って、そのまま現代の撮影所の外へ逃げていくという演出を考えていたらしいぜ。幕末から昭和へ、メタフィクションすぎるわ。結局撮影はされなかったが、それくらい時代を超越したエネルギーを書こうとしていた傑作なんだ。笑って泣ける、最高の人間参加だぜ。第4位、喜劇、駅前漫画、1966年公開。第4位は、1966年公開の喜劇駅前漫画だ。東宝のドル箱駅前シリーズ第15作目だが、これはかなりぶっ飛んだ異色作なんだぜ。タイトルが駅前漫画って、またストレートね。何がそんなにぶっ飛んでるの？実はこの映画、当時社会現象になっていた漫画、お化けの九太郎やおそ松くんとがっつり手を組んでいるんだ。実写の映画なのに、突然アニメのおばきゅうが登場して、
レギュラーの伴淳三郎と共演したりするんだぜ。昭和の映画で実写とアニメの合成？メリーポピンズみたいで斬新すぎない？しかも、夢のシーンでは大量の着ぐるみオバキューが出てきて踊り狂ったりする。さらに主人公の漫画家フランキー堺は、紐を引けば何でも出てくる忍者屋敷みたいな部屋に住んでいて、奇想天外な仕掛けで笑わせるんだ。セットも漫画みたいでカオスなのね。役者さんも大変そうだわ。役者陣も負けてないぜ。特にサザンカ Q が演じる嫌味社長は、おそ松くんの嫌味そのままだ。語尾にザンスをつけて喋り、選挙カーの上で堂々と、シェーのポーズまでするんだ。そのシュールさと本気度がたまらないんだぜ。名優が全力で、シェーしてるの？それは腹筋崩壊間違いなしね。そうなんだ。あと、フランキー堺のアシスタント役で、若き日の黒柳徹子がド派手な衣装で出ているのも見逃せないポイントだ。ドタバタの中に昭和の漫画ブームの熱気が詰まった、まさに伝説の爆笑映画だぜ。第3位、トラック野郎、ご意見無用、1975年公開。いよいよトップ3だ。第3位は、1975年公開のトラック野郎ご意見無用だぜ。出たー。菅原文太さんの一番星ね。デコトラブームを巻き起こした伝説の映画じゃない。ああ、記念すべきシリーズ第1作目だ。実はこれ、最初は穴埋め企画として低予算で作られたんだが、予想外の大ヒットを飛ばして、ドル箱シリーズになったんだぜ。へえ、そんな誕生秘話があったのね。内容はどんな感じなの？一言で言えば、下品で、バイオレンスで、最高に人情に熱い男の物語だ。桃次郎、菅原文太と相棒のジョナサン、相川金也が、全国を走り回りながら、恋に喧嘩に大暴れする。文太さんがコメディをやるっていうのも新鮮よね。特に笑えるのが、トルコ風呂でのシーンだ。二人が遊んでいたら警察の手入れがあって、石鹸まみれの下着姿で逃げ回るんだぜ。仁義なき戦いの文太さんが、情けない姿でドタバタするギャップがたまらないんだ。あはは、想像しただけで吹き出しちゃう。警察をおちょくるシーンも多いのよね。そうだな。でも、ただ笑えるだけじゃない。今回のマドンナ陽子、中島豊には、実は事情を抱えた婚約者がいて、桃次郎はまたしても失恋するんだ。やっぱり寅さんパターンなのね。切ないわ。だが、ここからが一番星のかっこいいところだ。彼は陽子の幸せのために、警察の包囲網を突破して、婚約者が待つ漁港まで彼女を送り届ける。行こうぜ、アキラのところへよ、って爆走するラストは、涙が出るほど熱いぜ。第2位、男はつらいよ、1969年公開。いよいよ第2位、1969年公開、国民的映画シリーズの記念すべき第1作、男はつらいよだぜ。出た、寅さん。あのテーマ曲が聞こえてきそうだわ。実はこの映画、もともとはテレビドラマだったんだが、最終回で寅さんがハブに噛まれて死ぬという衝撃的なラストを迎えたんだ。寅さんが死んじゃったの？そうなんだ。そしたら視聴者から、寅さんを殺すな、って抗議の電話が殺到してな。それで急遽、映画として復活することになったんだぜ。実は第一作の寅さん、渥美清は、後のシリーズよりもかなり荒っぽくて、バイオレンスな一面があるんだ。20年ぶりにふるさとの柴又へ帰ってくるんだが、いきなり妹桜、倍賞千恵子の見合いの席で酔っ払って、縁談をぶち壊す大失態を演じるんだぜ。最低じゃない。お兄ちゃんとしてどうなのよ。でも、根は妹思いなんだ。裏の工場の職人広志、前田銀が桜に惚れていると知って、最初は、職工には高嶺の花だなんて反対してたが、広志の熱い思いに打たれて恋愛指南役を買って出る。結果、二人は結ばれることになるんだ。へえ、広志さんと桜さんのキューピッドは寅さんだったのね。結婚式のシーンは必見だぜ。広志と喧嘩別れしていた父親、志村隆が出席して、親としていたたまれないような恥ずかしさを、息子への謝罪と感謝を涙ながらにスピーチするんだ。これには寅さんも男泣きして聞き入っていたな。いい話ね。で、肝心の寅さんの恋はどうなるの？今回のマドンナは、
御前様の娘冬子、三本幸子だ。寅さんはデートに誘われて舞い上がるが、結局彼女には婚約者がいて失恋する。江戸川の土手で、お嬢さん、お笑いくださいまし。私は死ぬほどお嬢さんに惚れていたんでございますと独白して泣くシーンは、切なすぎて胸が締め付けられるぜ。やっぱり振られちゃうのね。寅さんの恋は儚いわ。最後は上野駅から汽車に乗って、また旅の空へ消えていく。笑って、泣いて、人間臭い。日本映画の金字塔だぜ。第1位、日本無責任時代、1962年公開。そして栄光の第1位は、1962年公開の日本無責任時代だぜ。やっぱりこれね。植木仁さんのパワーが爆発してる伝説の映画。主人公の名前は平均、平仁。口八丁手八丁の C 丁男で、バーで小耳に挟んだ話をネタに大企業の社長に取り入り、まんまと社員に潜り込むんだ。努力とか根性とか、そういうのとは無縁なのよね。ああ、コツコツやるやつはご苦労さんって高らかに歌いながら、適当にサボって、調子のいい嘘800でスイスイ出世していく。でも不思議と憎めないどころか、見ていてスカッとするんだぜ。今の時代じゃ考えられないけど、そこが魅力なのね。この映画のすごいところは、脈絡なく突然ミュージカルになるところだ。商談の最中でも、なんとお葬式の帰りでも、植木仁がいきなり、はいそれまでよとか、スーダラ節を歌って踊り出すんだぜ。お葬式の帰りにも不謹慎だけど楽しそう。ストーリーもはちゃめちゃだ。係長になったと思ったらすぐクビになり、また部長に返り咲いたと思ったらまたクビ。でも最後は、なんとライバル会社の社長になってタキシード姿で現れるんだ。転んでもただじゃ起きないバイタリティがすごすぎるわ。高度経済成長期の日本が持っていた根拠のない明るさとエネルギーが詰まった最高傑作だ。花はじめや谷圭、ゆり徹といった名優たちとの掛け合いも最高で、見終わった後に明日もまあ、なんとかなるかって元気になれる。これぞ昭和の爆笑映画ナンバーワンだぜ。総評、まとめ。いやー、どの映画もエネルギーがすごかったわね。昭和の喜劇って、ただ笑えるだけじゃなくて、生きる力が湧いてくる感じがしたわ。そうだな。コンプライアンスなんて言葉がなかった時代だからこそ描けた。人間の欲望や業、そしてバイタリティが詰まっていたぜ。理屈抜きで笑って、明日への元気をチャージできるのが昭和喜劇のいいところだな。私も、悩んでるのが馬鹿らしくなっちゃった。辛いことがあったら、植木仁さんの歌を思い出して、はいそれまでよって笑い飛ばすことにするわ。それがいいぜ。みんなも、もしお気に入りの昭和コメディ映画があったら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。当時の思い出話なんかも大歓迎だぜ。というわけで、今回の動画はここまで。面白かったら高評価とチャンネル登録をポチッとお願いね。それじゃあ、また次回の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。